皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。梅雨前に植え替えした三日月ネックレスです。今年の夏は暑かったせいか、あまり成長はしていませんね。ビールのリメ缶バッグに植わっているのはビアホップです。こちらは少しずつ成長してきました。雨に当たったせいか、リメ缶の多肉たちは元気いっぱいでした。そして植え替えするのをすっかり忘れていたこのデザートローズ。株元にいる小株ちゃんたちもちょっと窮屈そうですね。今年は夏越し成功なんて思っていたこのリトルミッシーは9月に入っても残暑が厳しく、ところどころ枯れ込んできてしまいました。このリトルミッシーは少し日陰に移動させようと思います。涼しくなったと思っていたのに、また暑さがぶり返して秋が一歩遠のいてしまったような感じです。休眠中のドドランタリスは親株が枯れてしまっていました。去年たくさん株を増やしていたんですが、今年の夏の暑さでだいぶ枯れてしまいました。ということで今日は9月にやっておきたい多肉ごととして、皆さんにもこの時期絶対にやってほしい火祭りのカットです。この時期にカットして土に刺しておくと、かわいい新芽がたくさん出て、赤く紅葉した姿がとても可愛くなります。この火祭りですが、夏の暑さに耐えてしっかり成長してくれていました。ただ夏には背丈が伸びてしまうため、この時期にカットして仕立て直ししてあげると冬に可愛くなるんですよね。すぐ葉の上でカットしてあげると茎が長く取れるので土に刺しやすいです。ちなみにこの火祭りも葉差しで増やせるそうですが、私はこうしてカットして火祭りは増やすようにしています。それでもあまり増えすぎると困るので、カットした火祭りは同じ鉢の空いているスペースに挿しておくことにしました。鉢がいっぱいになってしまい挿しきれなかった火祭りは他の寄せ植えに使うことにします。あっという間に火祭りの仕立て直しが完了しました。簡単なので皆さんもぜひ試してみてくださいね。今年の春にドアノブの下の小さな穴に巣を作った蜂たちですが、日が当たり暑かったのか外に出て羽をばたつかせて旋風していました。 2,3 匹飛んでいるのはよく見かけますが、こんなにたくさんの蜂が外に出てきているのは初めてでした。火祭りをカットしたついでにこのアロマティカスもカットしておこうかな。梅雨の長雨で
徒長させてしまいましたが、かわいい新芽がたくさん出てきていました。ちょうど新芽が出ている上の茎をハサミでカットしていきます。ここをカットすることで下にある新芽がまた大きく伸びてきてくれます。全体のバランスを見ながら枝をカットすることで、カット後のアロマティカスも見栄えが良くなります。カットしたアロマティカスはこのままポプリに使ってもいいし、下葉を少し外してまた土に挿して増やすもよし、今回は新しい土を用意して挿して一鉢増やそうと思います。その前に少し色が黄色くなっている葉は外しておきますね。このアロマティカスは多肉でもありハーブでもあるので、こうして葉を取っているととてもいい香りがします。このアロマティカスの香りは虫が嫌う香りということで、ゴキブリも寄せ付けないそうです。アロマティカスの葉っぱもたくさん取れましたね。これはとりあえず置いておいて、新しい鉢を持ってきたので、これに1本ずつ挿していきます。実はこのアロマティカスも春に親株からカットして育てていました。そしてこのアロマティカス、暖かいと成長が早いんですが、寒くなると成長も遅くなるので、増やしたい方は春にカットするだけではなく、この夏の終わりにもう一度カットして増やすのもありですね。香りもいいアロマティカスはプレゼントにも最適。皆さんもたくさんアロマティカスを増やしてみてくださいね。私も今年金良編をいただいたお母さんに一株お返しとしてプレゼントさせていただきました。少し多いかなとは思ったんですが、カットしたアロマティカスは用意したこの鉢にすべて挿しておきました。これでアロマティカスの仕立て直しも完了です。今日はこの時期絶対にやってほしい多肉ごと、火祭りのカットとアロマティカスをカットして仕立て直ししていきました。いかがでしたでしょうか。皆さんのお家にある火祭りやアロマティカスもカットして可愛く仕立て直ししてあげてくださいね。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。